やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタの RT 線タッカー ST112D を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。動作確認をしていこう。こいつが ST112 だよ。バッテリーを入れてっと LED はつくな。マガジンを開くとステープルの有無スイッチが解除されて動作するはずなんだけど、打てんな。早速分解していこう。ハウジングは合計11箇所のネジで留められている。ハウジングを開けてっと、これ誰かの手が入ってるな。レイアウトが少し変だし、パーツの欠品もある。正しいレイアウトは最後に披露するとして分解を進めよう。マガジンを外して射出部品を外す。今回はバネが伸びた状態だけど、バネが圧縮されているときは装置の車線に入らないよう注意しよう。スイッチ保護のバネが外れてるね。ステープルの有無スイッチ周りの部品は揃っていそうだ。スイッチ周りをばらしていこう。スイッチのコネクタが壊れている。無理やり外したな。トリガーのスイッチはコネクタに抜け止めの爪がついているので、それを押しながら抜いてやる。他のコネクタも爪を押し込んでやりながら抜く。モーター周りのギアを外していこう。この部品は大丈夫そうだ。モーターを持ち上げてっと。優勢ギアに欠けはなさそうだな。モーターを外して、モーターのピンも曲がっとる。気を取り直してスイッチ周りの動作確認するよ。スイッチはすべてノーマリオープン。つまりスイッチが動作すると導通するようになっている。ハウジングについているスイッチはテスターをコネクタの端子に接触させるのが難しい。だからスイッチは
ハウジングにつけたまま確認するとやりやすいよ。スイッチに問題はないようだ。モーターの動作確認をしよう。正常に回ってるね。とりあえずモーターのピンの曲がりを修正するよ。ここまで調べた限りだと一番怪しいのはコントローラーだ。だけど気になる箇所もあるから一度復元してみよう。最後にもう一度組み立てるから今回は早回しだ。一番気になったのはステープルのオムスイッチ周りの組み立てがうまくいってなかったことだ。うまくえーっとどう組み立てるのが正しいんだ？初期状態でスイッチを押し込んでいなければならないんだから、こうかな？し出してみよう。さっきと同じようにマガジンを開いてっと。ありゃ？動作するぞ。バッチリ打痕もついている。動作すると分かったところでこのタッカーの不具合だ。なんだかハウジングの締まりが悪い。あとマガジンの開閉に引っかかりを感じる。なんとなくだけどハウジングが歪んでしまっているように見える。あとはトリガースイッチのコネクタの破損だ。せっかくコントローラーが生きているのにもったいないな。トリガースイッチのコネクタを交換しよう。さすがにコネクタ単品は手に入らなかったので5ミリ幅の平端子用の木干し端子で代用したよ。これを工具でかしめてっと。こんな感じ。せっかくだからハンダ付けしておこう。ハウジングは新品と
交換することにした。マキタではハウジングに貼ってある型番の書かれたシールは販売していない。なので元のハウジングから移植することになる。ドライヤーで温めてと。きれいに剥がれるかな。剥がれたシールを新しいハウジングに貼ろう。部品を揃えて組み立てていこう。バッテリーコネクタにはプラスやマイナスの刻印があるから間違えることは少ないだろう。LED とスイッチを組んでいくよ。特に間違いやすいのがトリガー側の2つのスイッチだ。金属板のついた2芯のスイッチが前、3芯のスイッチが後ろだ。次に優勢ギア周りを組んでいこう。ギア周りをグリスアップしていくよ。優勢ギアの外周のギアは上下に注意しよう。優勢ギアは刃が細かいから無理にねじ込まないようにしよう。刃が合えばスルッと入るよ。今回この部品は消耗していたから新しいものに交換だ。コントローラーとバッテリーコネクタをつけるよ。モーターのプラスには赤のマーキングがされているので間違えることは少ないだろう。モーター周りをハウジングに組み込んで、各コネクタを接続してっと。射出部品をハウジングに組み込むよ。今回この部品も新しいものに交換だ。ここはそのままでもよかったかな。最後になくなっていた部品だ。ここをここへ差し込んでっと。トリガースイッチを組み立てて、ステープルのゴムスイッチを組み立てよう。これが ST112D の正しいレイアウトだ。
組み立て時の参考になれば幸いだ。あとはマガジンを入れてネジを締めれば完成。さあ仕出しよう。最後に仕出するよ。まずはステープルを入れずにマガジンを開けて空打ちしよう。そうすると打ち込み部分が規定位置に戻る。ステープルをマガジンに入れて打ったステープルが刺さっているのがわかるかな？うん、いい感じ。さあ、今回の ST112D の修理はどうだったかな？修理の時にハウジングがうまく閉まらなかったら無理に閉めずに一度中の様子を見よう。それじゃあまたねー。